音丸の山内です。先日ドラム研究会ボリューム2スネア深掘り会を行いました。前回の実験会ボリューム1ではメイプルシェル木銅を使った実験でしたが、今回はブラスシェル金属銅を使った実験となります。前回同様マイクはいろいろな角度で立てていますが、こちらの違いはまた別の動画で触れていきます。今回はチューニングの実験も行いました。表面、トップ側と裏面、ボトム側、それぞれピッチの高さを変えていくとどういう変化が起きるのかを見ていきました。まずは曲のキーを C と仮定して、そこに合わせたチューニングを基準としながら表面を上げていって裏面を下げていく。つまりはピッチの高低差をなくしていくとどういう風に音が変わるか。さらに裏面はそのままで表面だけピッチを変えるとどういう変化が起きるか。これらを比較してチューニングについて理解を深める内容も別の動画にしていきます。ヘッドのどのあたりをスティックで叩くのか、それが音にどういう違いをもたらすのか、そのあたりを今回の動画では考えてみます。こちらの5パターン、前回のメープルシェルで行った実験と同じ内容を今回はブラスシェルで行っています。実験会の収録データを数値計測していろいろ細かく分析はしてみたんですが、今回の動画ではあくまでも直感的にざっくり把握できればと思います。前回のメープルシェルの実験では収録データを分析した結果からこれらの仮説を立てました。こちらの動画で見ることができるのでぜひご覧ください。前回立てたこの仮説が木銅から金属銅へ変わった場合、同じような傾向が出るのか、そして木銅と金属銅の違い自体は特徴がつかめるのか。前回のメープルシェルと今回使用した2種類のブラッシュシェル、これらをまずは並べて聞いてみようと思います。もう一度聞いてみます。チューニングに関する動画の中で詳しくは触れますが、今回はメープルシェルとラディックの方のブラスシェル、この2つを比較します。詳しく見るために画面を拡大します。メープルシェルの実験の際は倍音構成について見ていきました。気温をかける位置としてこの辺りが何倍の周波数ですというラインを引いてみました。こうして見比べてみるとメープルシェルに比べてブラッシュシェルは強く出ている倍音が多いようにも見えます。こういった倍音の分布、周波数はどうなっているのか、気温に対して何倍の音が積み上がっているかなどですね、細かな集計結果、分析数値のデータと収録音源データもノートでご確認ください。概要欄貼っておきます。ひとまずはざっくり見てみると木銅に比べて金属銅は倍音が多いのかもしれません。ということで木銅と金属銅の違い自体もありますが、ここからは前回の仮説を検証していきます。ヘッド中心からエッジへ近づくにつれて音がどう変わるか、まずは聞き比べます。もう一度聞き比べてみます。それでは倍音を詳しく見るために画面をまた拡大して見ていきます。倍音の構成自体には違いが見受けられませんが、この辺りなどは一部分まばらな倍音もありますが、全体的に中心からエッジに近づくにつれてどんどん強くなっているように見えると思います。こういった強く出ている倍音以外に倍音と倍音の間もですね、まんべんなく色が濃くなっていっているのがわかるかと思います。それではこれらをもとに考察をまとめていきます。前回の仮説では何番目の倍音が強くなるというふうな細かいことを言っていましたが、今回の結果からそれって実はまんべんなく倍音が強くなっているんだよっていうことと、あとは中途半端な位置を叩くと倍音が安定しにくいっていうふうに言うと割と説明がつくかなと思ったんですね。で、この傾向はオープンリムショットで考えてもエッジに近いあたりがまんべんなく倍音が強いのであればこういうふうに言えるんじゃないかと。オープンリムショットはエッジとヘッド中心を同時に叩くのでまんべんなく倍音も強くなるし、中途半端な位置を叩くと倍音は安定しにくいと。ということでざっくり結論。1つ目、ヘッド中心からエッジへ近づくにつれて倍音はまんべんなく増える。
2番目、中途半端な位置を叩くと倍音は安定しにくい。3番目、リムショットはエッジと中心を同時に叩くので倍音がまんべんなく多い傾向。ということで、かなりシンプルにできたかと思いますが、いかがでしょうか。ここで改めて音が変化する要因について整頓します。まず1つ目は演奏者、2つ目は楽器、3つ目はマイク、4つ目は響き。この4つをさらに細かく見てみると、演奏者はコントロール、演奏の強弱や奏法、叩く位置によって音は変化していくだろうなという点ですね。続けて楽器は胴の深さ、シェルの素材、ヘッドの種類、パーツの種類、楽器の状態、チューニングなどなど、たくさんの要素の組み合わせかと思います。続けてマイクはですね、角度、距離、マイクの種類、あとは音の通り道としてマイクからのケーブル、ヘッドアンプ、インターフェースなどですね、関連機材も関係してきそうです。最後に響きは空間の反射、ミュートの有無、ドラムセットで考えたとき他の楽器との共振共鳴、あとはコンプレッサーやゲートなどのダイナミクス処理でも音は変化すると思います。今後もこれらの要素を一つ一つ見ていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、音丸へのご参加もお待ちしております。それではご視聴いただきありがとうございました。音丸の山内でした。